80キロぐらい入ると思います。大量に入れるスタイルです。この鶏白湯初めて食べた時すごい感動して、めちゃくちゃ美味しいです。新しい醤油に出会いました。醤油でこんな美味しいのないかな。スープも美味しい。お待たせしました。冷やしを2つです。はい、失礼します。はい。いらっしゃいませ。お待たせしました。血悪いんですか。そうです。めちゃくちゃ悪いです。すぐ痛くなっちゃって。しなくても良さそうだなっていう日もありますけど。普通のブロイラーだとやっぱりちょっとうまみが足りないのと雑味というか香りも全然違う。銘柄鶏の味が濃いやつ、愛知県産のやつをお願いしてます。鶏ガラと鶏の足、あと丸鶏ですね。丸鶏はカットしてもらうやつです。一番気に入ってるやつを大量に入れるスタイルです。これ入らないんで、あれが煮崩れたら追加します。この後何か追加とかするんですか。これだけですか。はいろいろ香味油とかそういったものでプラスしていくので、スープとして出汁としてはもう鶏だけですね。豚ももう入れないですし、シンプルな方がいいかな。鶏は何キロぐらい入ってるんですか。80キロぐらい入ると思います。1日分がもうそんな感じですかね。これでさすがに1日だとお店やっていけないんで、早いの2日ぐらいですかね。チャーシュー丼みたいなのがあるんですけど、それのバラの煮豚っていうんですか、煮てるチャーシューを味噌を塗って肉を柔らかくしてから煮てます。チャーシューは1日どのぐらい、6本ぐらい切るんですかね。1つで何5キロ。ロース1本です。8キロぐらいあるのかな。じゃあ40キロぐらい。そうなんですね。いろいろ値上がりしてからあんまりこう値段数字見ないようにしてます。それ見たらケチになっちゃいそう。塩で血を出します。これは鶏白湯の上に乗ってる鶏のももチャーシューです。皮目だけ焼いて、あとは向こうで調理します。こうすると肉の痛みも少ないし、味が染みる。これもチャーシュー用ですね。チャーシューは3種類あるんですか。そうです。3種類あります。これロースの方ですか。はい。これは唐揚げ用のお肉です。
お二人とも結構がたいしっかりされてるんですけど、何かスポーツやられてたんですか？スポーツやってないです。主人ははいバスケやってました。バスケット大好きです。でももう今全然営業終わったら足パンパンだから運動できないです。T シャツもお相撲さんとかだったんで、格闘技関連なのかなと思って。藤島親方さんっていう藤島部屋の方が最初に来てくださって、若元春さんとかその上の方のも来てくださってますね。親方がごひいきにしてくださるので、そこからのつながりでもうめっちゃ好きです。私たちは1年に1回の楽しみを見に行くんです。チケット取って。常連さんがいらっしゃって、あの方よく来るのお相撲さんだよって言われて、お話を聞いたら昔の武双山関で母が相撲好きなので、名古屋場所やっとるから来てくれたんだで、また1年待たないと名古屋場所にならないので、1年待ってまた来てくださったらいいなと思ったら来てくださる。ご挨拶して、そしたら番付表を送ってくださるようになって、名古屋場所になったら寄ってくださる。相撲も好きなんですけど、親方のファンになっちゃう。お部屋に稽古を見に行かしてもらったりとか、それで勢いでこの T シャツを作ってお部屋の皆さんにパジャマにしてもらえたらなと思って、ここに皆さん座られて相撲部屋みたいな。空いた時間に早く来てやったりして。すごいしっかり疲れてるんですね。いや、意外とあ、足りてない。あっちからお客さん来るんで、こっちはちゃんとしてます。もともとなんかそういったお仕事もされてたんいですか？や、全然やってない。これとかも自分で印刷したやつを貼って糸のこで切ってかっこよくしたいじゃないですか。作るのは多分好きなんですよね。何でもこれってこうやったら作れるんじゃないと思ったら、もう作りたくってしょうがなくなっちゃうので、やらないと気が済まないでやっちゃう。だからいっぱいメニューが増えた時期もあったんですけど、そうするとお客さんも困るし、スタッフも困るし、ちょっと控えようと思ってラーメンはちょっと数を絞って一回サラリーマンやったんですけど、やっぱりラーメン屋になりたいなと思って通ってたラーメン屋さんでお声掛けをいただいたので、会社を辞めてお世話になることになったんですけど、対象がいろいろあってお店を畳むことになりまして、やる気があるんだったら引き継いでもいいよっていう風なお話をいただいたのでやりました。その大将には感謝してますね。ありがとうございます。カツオの粉末です。お待たせしました。こちら特製鶏白湯のお盛りになります。こちらから失礼します。特製鶏白湯の海苔になります。ごゆっくりどうぞ。
しました。お待たせしました。完成します。汁なしです。こっちは鶏チンタンのスープ、透き通った鶏のスープ、こっちは鶏白湯、強火でガンガン煮出したとろみの強いスープ。具材はほとんど一緒なんですけど、味わいは全然違います。煮出し方も温度が違うだけじゃなくてちょっと違う。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お待たせしました。カレー鶏白湯のお客様。こちらが煮干しになります。ごゆっくりどうぞ。醤油の特製のトルチャーシューとカレー式だしの特製で辛めでお願いします。辛め。あとチャーハン。お待たせしました。カレー汁なしと。両方特製です。チャーシューの方です。ありがとうございます。どうもー。このメンバーは。おはようございます。どのぐらいの頻度で来られてるんですか？ほぼ毎日。お気に入りのメニューとかございますか？鶏生醤油。醤油でこんな美味しいのないかな。スープも美味しい。ほぼこれを食べに来るみたいな。そうそう。今日違うけど。よくあれ出とるやつだもんね。試しに食べてみました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもー。ありがとうございます。
初めて最初大丈夫。美味しいね。美味しいですか？割とあっさりしてるかな。チンタンの中華そばと大将から教えてもらった担々麺でやってたんですけど、鶏ガラがゴミで余るので試しにもう一回強火でガンガン煮込んで、昼休みにずっとやって夜味見したら美味しくて、常連さんにお出ししたらこれいけるよって言われて、こっそり出してたんです最初。そしたら隣のお客さんがあれがいいってなってすぐ逆転して、出し柄じゃ追いつかないんで鶏白湯専用で出しといて、ちょうどその頃鶏白湯っていうのがちょっとしたブームっぽかったんですけど、それを意識したわけじゃないんですけど、それも追い風だったかなと思います。今の鶏白湯はお客さんと一緒に作ったみたいなイメージですか？まあそうですね。無理飯です。お願いします。ありがとうございます。お待たせしました。お先に鶏白湯2つになります。お店のコンセプトみたいなのってあるんですか？とにかく人を、お客様を喜ばせないといけない。僕が作りたいものだけ、売りたいものだけっていう独りよがりなのはあんまり好きじゃないので、僕ができることで一番喜ばれるのは何だろうっていう、とにかくそれですね。今日来るの初めてですね。あ、それは何注文されたんですか？特製生醤油めちゃくちゃ美味しいです。チャーシューもいろいろあったし。食べたことない醤油なので、はい新しい醤油に出会いました。初めて来ました、2人では。1人でよく来てて美味しいなと思って、それでちょっとおすすめで、この鶏白湯すごい美味しいんで、初めて食べた時すごい感動して、逆は煮干しラーメンがすごい僕的にはこの濃さがちょうどよくて、行ったら必ずこの煮干しラーメン食べてます。始められるって聞いた時ってどんな心境だったんですか？実は師匠のお店で手伝ってたので自然な流れというか、そこになんか不安とかも特になく？特にないですね。好きなことを仕事にできるなら一番いいなって思ってます。お待たせしました。特製鶏白湯の2つになります。こちらが失礼します。お待たせしました。お待たせしました。特製白湯です。失礼します。
高校っていう名前の由来をじゃあ教えていただいてもいいですか？はい、修行させてもらってたお店で大将が辞めるっていうことで、やる気があるんだったらどうぞっていう風だったので、急にお店ができるっていう、そうなった時に親に周りの人に感謝しないといけないなっていうつもりで、親孝行がふさわしいんじゃないかなっていう。そうです。担々味です。冷やしを2つです。はい、失礼します。はい、ごゆっくりどうぞ。めっちゃ美味しそうね。お友達ですか、皆さん？そうですそうです。たまたま通りがかってこれ食べようと思って。冷やし初めて食べたんですよ。今日たまたま本日限定って書いてあって、ちゃんと辛みも効いててさっぱりしててうまいなと思います。ありがとうございます。はい、ごゆっくりどうぞ。どのぐらい前から来られてるんですか1年半、2年近くなると思いますね。お気に入りの理由とかってありますか？何食っても美味しいところですよね。鶏白湯と煮干し、どっちがいいかというとこうつつけがたいけど、両方同じぐらいうまいですよ。鶏白湯はね、鶏の風味が効いてるし、煮干しって結構えぐみというか臭みがあったりするけど、そういうのがこのはないですね。食べやすいです。お待たせしました。ありがとうございます。感謝を伝えたい人とかっていらっしゃるんですか？いつも周りの人に感謝というか、そういう風に接してるので、奥さんかなとは思いますけど、いっぱい今日も常連さん来てもらいましたけど、喜んでほしい気持ちでやってるんで、本当にありがたいなって思ってますね。